はい、スメルトヘッドフィネスについてご説明させていただきたいと思います。こんな感じ、見た目こんな感じなんですけれども、このスメルトヘッドフィネスの一番の特徴はもうこれですよね。見てすぐ分かる通り、このブレードがとっても重要なキーパーツになってます。で、このブレードが何をするか、どういう役割を果たしているかっていうことなんですけれども、こう引っ張っていくとこのブレードが左右にこう触れてジグヘッドにロールアクションを発生させます。これがね、スメルトヘッドフィネスの最大の特徴です。これ実際にこういう感じで装着するとこんな感じになるんですけれども、例えばこのスインベイト尻尾がこうやって左右に触れて泳ぐんですけれども、このヘッド部のこのブレードがこうロールすることによってヘッドもロールしつつ尻尾もこうやって振りつつっていう泳ぎを発生させます。ただのこのソフトベイトの動きだけじゃなくってヘッドも動きを発生させるんで、とてもね複雑なもうナチュラルなもう生命感たっぷりの泳ぎを発生させてくれます。でこれは例えばピンテール系のソフトベイトでゴビゾースティックっていう今年発売するソフトベイトなんですけれども、こういうピンテール系のソフトベイトをつけるとこのソフトベイト自体はアクションを発生させないんですけれども、このブレードがこう左右に触れることによって尻尾もこうものすごく本物の小魚みたいな感じでこう微妙にピリピリピリっと振って本当に小魚が泳ぐようなアクションを発生させます。で、このスメルトヘッドフィネスなんですけれども3サイズ予定しています。これが 1.5g でこれが 2.7g、5g の3サイズになります。で、カラーはパールホワイト、白ですね。パールホワイトでパープルバックスメルトカラー、こんな感じですね。パールが背中に吹いてあります。そして、ナチュラルジンク、ジンクカラーですね。ジンク亜鉛カラーになります。この3色を予定しています。はい、今カラー紹介の最後にこの色ナチュラルジンクっていう色をご覧いただいたんですけれども、ジンクってね日本語で亜鉛のことなんですよ。なんでこのスメルトヘッドフィネスはその名の通りヘッド部が亜鉛素材でできてます。でね、実際にはこの亜鉛で作ったヘッドの上に亜鉛風の色を塗ってナチュラルジンクっていう色にしてるんですけれども、中身は亜鉛です。でこれをなんで鉛じゃなくて亜鉛で作ったかっていうことなんですけれども、軽くできるんですよ。もう簡単に言うと、要はこの同じ形状を例えば鉛で作ると 8g ぐらいになってしまうんですけれども、亜鉛で作るとそれを 5g まで落とせるっていうことになります。要は傘が大きいまま軽くできるっていうメリットがね亜鉛にはあります。でこれが例えば鉛で同じ 5g を作るともっとヘッドが小さくなってしまうんで、スメルトヘッドの最大の特徴であるこのロングノーズ形状ですね、それのねメリットがねなくなっちゃうんですよ。でそれを全て両立するためにこの、スメルトヘッドフィネスは亜鉛素材で作ってます。コストはかかるんですけどもこれは必要だとという判断を下しました。でそういうことで作っていったわけですけれども、これもともとはね特にこれが一番最初のモデルなんですけれども、スチールヘッドフィッシングをするために開発が始まったのがこのスメルトヘッドフィネスの最初の出発点になってます。でこれをどうやってスチールヘッドフィッシング、ニジマスのでかいやつですよねに使うかっていうことなんですけれども、ここにねソフトベイトをつけて上に浮きをつけて流れの中に投げ込んでこう流れに流しながら浮きをシェイクすると、これもルアーもこれシェイクされて、さらにこのブレードがこう左右に触れて水の流れの中でこうやって泳ぎながら流れていくっていう
使い方をしていくんですけども、その時になるべく水平姿勢で流したいっていうのがあって、でナチュラルに水平姿勢に流したいっていうのがあって、なるべく軽い金属で作ろうってことになって、最初はね錫とかで作ってたんですけれども、最終的に強度とかいろんなことを考えた結果亜鉛になったって感じですね。でそんなこともあってこれは特にこのちっちゃいこの2つのモデルなんですけれども、水平姿勢を保ちたいっていう意味でこのねバーチカルに釣った時に水平姿勢を保ちたいっていう意味もあって、このトレーラーキーパーが普通のスメルトヘッドとはちょっと違う形状になってて、ここが細くて、ここに手巻きでここに手巻きでブラシガードが装着してあります。でこうすることによってルアー後部の重さをなるべく最小限に抑えてこの水中で吊るした時に尻下がりにならないようにっていう風に作ってます。でこれすごい手間かかるんですけれども、このちっちゃいモデルはベストバランスを出すために手巻きでこのブラシガードを巻きつけて、さらにゴムチューブをかぶせてプロテクトしてるっていう感じですね。で 5g モデルに関してはそこまでしなくてもちゃんとバランスを保つことができたんで、従来のスメルトヘッドと同じこのボコボコ形状、コブが連続したような形状のトレーラーキーパーしてます。こんな感じですね。であとこれなんですけれども、一つちょっとね使用上で注意していただいた方がいいかなと思うことがあるんですけれども、このゴムのこの収縮チューブなんですけれども、これ下のねこのトレーラーキーパーのブラシガードを糸で留めてあるんですけれども、それをね保護するためにこの収縮チューブをつけてあります。でこれなんでかっていうと、スチールヘッドを釣る時にやっぱ刃が鋭いんで、何匹も釣ってるとこの下の糸がね刃で切れちゃってトレーラーキーパーが外れてしまうことがたまにあるっていうことだったんで、それをプロテクトするためにこれをつけてるんですけれども、長いことこれをソフトベイトをつけてるとソフトベイトの中に染み込んでいる混ぜ込んである可塑剤っていうのが素材があるんですけれども、それはゴムを柔らかくする素材なんですけれども、それがこっちのゴムチューブにも染み込んで、たまにこれが緩くなってずれてしまう時とかがたまに発生する可能性があると思います。でもしそうなったら戻してもらって、瞬間接着剤で一滴で垂らしてもらって再接着してもらうか、もしくはもうバス釣りだったらもう刃が鋭いってことはないんで、このチューブは不要って言えば不要なんで外してもらっても大丈夫です。それだけちょっと気をつけてもらえればなと思ってます。はい、これ僕が普段使っているセッティングなんですけれども、スイムベイトとかこのピンテール系、これはゴビゾースティックなんですけれども、こういうのをねつけて使っていただくと割とこのスメルトヘッドフィネスにマッチするかなと思ってます。でスインベイトなんですけれども、これはもう本当に普通のスインベイトスメルトヘッドブレードついてない普通のスメルトヘッドと一緒で投げてもらってただ巻きして使ってもらってもいいですし、ビューって巻いてカーブホール入れていただくっていうみたいな使い方でもいいと思います。で違いはやっぱこのブレードがついてるんで、やっぱりねこのアクションがちょっと複雑になるっていうのと、あとこれがねやっぱり結構遠くからキラキラ反射してると思うんですよ。で結構ね魚に気づかれやすいのかなっていう感じがするんで、ちょっとアピールが欲しいかなみたいな時はこのスメルトヘッドフィネスいいと思います。これ全然余談になるんですけれども、僕ミノ小魚の動きを水槽でずっと観察してて気づいたことがあるんですけれども、水槽の中にいる小魚の中で一番目立つのって一番動いているパーツって実はねエラなんですよね。エラがねパパって泳いでて、それがピカピカって光るんですけれども、このスメルトヘッドフィネスのこのブレードは、魚にどう見えてるか分かんないんですけどピカピカってなるんで、そういう感じのアピールをしてるんじゃないかなと僕は脳内で妄想してますでもう一つがさっきのこのピンテール系なんですけれども、これもねただ巻きにしてもらうともうほんと小魚そっくりみたいな感じで泳ぐんで、ただ巻きでもいいですし、あとミドストみたいな感じでシェイクして使ってもらってもいいと思います。
あとね、ぜひ試してもらいたいのがただ巻きとかそのシェイク引きミドスト引きみたいな感じでバイトが食い切らせられないような時はこれにさっきもちょっとこっちでも話しましたけどフォールアクションを加えてやると結構ね効く時があります。具体的にはね上方向に向かって逃がしを入れながらブレードプロプラ言わしながら逃がしを入れてでそこで止めてやってそのままフリーフォールじゃなくってカーブフォールさせてやるんですよ。こうやってでそうするとカーブフォールする時もこのブレードが左右に動いてずっと小魚っぽく泳いでいくんでそれでね結構ね食ってくることがありますね。ヒュッて上に逃げてたやつがプロプロプロって沈んでいる時にパーンって食っていくっていうパターンが結構あるんでぜひ試してみてください。というわけでスメルトヘッドファミリーに新しく加わったスメルトヘッドフィネスぜひお試しください。